にちは、ともにあなたです。今日はまたね、歯科医の照山先生をお迎えして口腔ケアの NG 習慣っていうのをお伺いしたいんですが、前回先生とホワイトニングについてお話ししたところ、歯磨き粉どれぐらいあるんでしたっけ、お家に。10種類ぐらいね。朝昼晩変えてる、先生は何気に当たり前のように言ってますけれども、私たちにとってはもう目は点みたいな感じがあるので、私たちは良かれと思ってやってるんだけれども、歯科医からするとそれはもう絶対ダメですよっていう口腔ケアってあるんじゃないかなと思って、根掘り葉掘り聞きたいのでよろしくお願いします。お願いします。早速、素人がですね、効果があると思ってやりがちな NG 行為っていうのは何かありますか？皆さん間違ってることの方が多いかなとは思うんですけど、間違ってることの方が多い。ベロって磨きます？ニンニクを食べた時にはやります。あ、なるほどね。ちょっと匂いの強いものを気になるなって。あと宮古島ってイカスミ汁っていうのがあるんですよ。イカスミをお味噌汁にするっていう、それをやった時は下まで磨きなさいって母親に言われてたので、イカスミを食べたらベロを磨きます。メロンソーダ飲んだ後みたいなやつか。メロンソーダ先生、メロンソーダ最近なかなかないですね。なかなかないです。すいません、それぐらいでございます。その時って何を使ってるんですか？舌磨きを使ってます。歯ブラシを使ってる方って案外多いんですけど、舌は舌ブラシじゃないとダメかなっていうところがまず間違いポイントその1。舌ってね、こう柔らかい組織なので痛くないような繊維であったりとか、ちょっと痛くなったりします。そうですよね。歯はほら硬いところを一応こするものでしょ。そのままベロガーッとやっちゃうと当然ベロが傷つくかもしれないし、あまりやりすぎてしまうと未来っていうのを傷つける原因にもなるので、味が分からなくなっちゃう。そうですそうです。だからそういうことにも気をつけなきゃいけないかなっていうのがまず一つです。柔らかめとかがいいんですか、先生？そう、ちゃんとなんか舌用って書いてあるからそれを買ってもらうっていうことですよね。毎日舌は磨く、頻繁にやらなくてもいいんですけど、やっぱりベロをねベーってね出してもらって、白っぽいとか匂いやすいかもなっていうタイミングでも当然いいです。間違ってなかったですね。そうです。ニンニク取った後とかに、そういう匂い気になるからやっとこうっていうのは全然間違いじゃないですけれども、基本的には自分の目で見てベロの状態をまず観察しているっていうことが大事です。毎日歯を磨く時にはこうやっていいってやって自分の歯を見るんですけど、ベロもって出してどういう調子かなっていうのを見る。先生おっしゃってたじゃないですか。朝起きていきなり歯磨きはしないけどゆすぐんだよ。ゆすいだ時に見てもらってもいいと思います。朝起きてすぐ、そうですそうです。でベロベーって出してもらって、ベロちょっと今日元気かなとか汚くないかなとかっていうのを見てもらう。ちょっと白っぽくなってたり、あと乾燥してるとか、そういったものにむくんでるとか、むくみは確かにありますね。私もともとその口腔がんの患者さんたくさん見てるんですけれども、口腔がんって実はベロのがんも結構多いんですよ。舌がんですね。やっぱりそういうものを早期発見していただくためにもセルフケア活用してもらいたいなっていう気持ちがあるので、ベロのお掃除っていうのは健康のバロメーターとして習慣にしていただけるとすごく嬉しいです。わかりました。皆さん、舌は舌磨きで磨きましょう。次に行きましょう。先生はフロスとか歯間ブラシ使いますか？当たり前じゃないですか。誰だと思ってんのみたいなね。フロスも歯間ブラシも使わせていただいております。子どもたちにもそれを口を酸っぱく教えております。歯ブラシとフロスってどっち先にやってますか？歯間ブラシやってから歯ブラシはね、もうこれはもう常識ですね。歯磨き粉の中にですね、いい成分でたくさん含まれてるわけですよ。虫歯も歯周病もなんですけれども、どこに一番置きますかって言って、やっぱり歯と歯の隙間とかそう狭い場所から置きますよね。だから歯間ブラシ使うんですよ。そこに薬用成分を届けないと意味がないわけですよ。でなると歯ブラシするよりも前に詰まった障害物は出す。じゃあ、歯間ブラシやりました、歯ブラシをしました、でもなんかここにまだいますっていう時にもう一回じゃあ歯間ブラシします、もう一回じゃ磨いた方がいいっていうか、一回で取れるようにしてくださいってこと。一回で取れなかったら多分なんか違う原因があると思うので、歯医者さんの出番かもしれませんよね。ここの場所だけなんかいつも引っかかってるっていう時には、歯医者さんで相談した方がいいです。例えば詰め物してて、なんか欠けてきてるとか、牙が虫歯になってるよとか、自分で取りきれないもう大きい歯石がついちゃってるとかですね、いろんなことがあるんですよ。フロスとか歯間ブラシっていうのはバロメーターになるんですよ。年齢を重ねると歯が少し揺れてきて隙間が空いたりっていうこともありますし、最近詰まるようになってきたなっていうのは歯周病
病だったりとか、あと、はい年齢で開いちゃってるから詰まらないように何かしらの処置をしてくれるっていう、そうです。原因を解明するっていうことも大事ですし。そっか、引っかかるっていうのも症状の一つそうななんでね。んですすね。それを放置しないことが大事。3つ目いきましょうか。はい、硬い毛の歯ブラシ好きな方って結構いませんか？私はどっちかというと柔らか派ですね。柔らか派です。さすがですね。男性にやっぱり多いんですけれども、うんゴシゴシやりたいらしいんですよね、どうもね。あーで、駅のトイレとか、うんオフィスとかね、行くとですね、すごい音立てて磨いてる人いるんです。正しい歯ブラシの当て方ってコンディションによっても変わってくるんですけれども、基本的にその大人の場合はですね、歯と歯茎の境目とかいわゆる隙間とか、はい細かい部分をブラッシングしてあげるのが大事じゃないですか。歯自体じゃなくてそう歯茎とそうこの歯の間ですね。そうです。歯周あと際ポケットポケットとか、はいそういうところはゴシゴシあの音で磨いてると絶対痛いはずなんですよ。肌が摩擦ダメだよって言ってるのも当たり前だと思うんですけど、今や。でも歯茎もですね、こすっちゃいけないんですね。あれだけ音を立ててるっていうことは磨けてないから、虫歯だったり歯周病が起きやすい環境を作っている。なるほど、柔らかめっていうのを老若男女です。子供もそうですか？お子さんの場合はね、うん歯がしっかりしてます、であと虫歯になりやすいし、はい逆に言うと歯周ポケットとかないんですよ。歯茎ピタッと引き締まってるじゃないですか。確かにね、だから、お子さんの場合は虫歯対策なので白い部分をゴシゴシ磨いてあげて、それで正解なんですよ。子供は別に柔らかめとかじゃなくても普通でいいんだ。そうです。サイズさえ合ってれば、合ってれば、大丈夫。どれぐらいから柔らかめに移行していけばいいんですか？だいたい中学生ぐらいですかね。大人の歯がしっかり生え揃ってくるタイミングから、やっぱり早いお子さんだとその歯周ポケットの中の汚れっていうのが気になり始めるんです。歯茎のケアっていうのも大事になってくるので、特に女の子ですね、ホルモンバランスで歯茎腫れやすくなったりっていうこともやっぱり起きます。例えば、思春期になって性ホルモンが出て、はい初潮が始まったりとかすると、歯茎が腫れたりする。歯周病の菌の中にはですね、そういうホルモンを好む菌っていうのがいるっていうことは大昔から分かっていて、個人差はあります。なんだけれども、菌が増えやすい環境を作ってしまうと歯茎の出血っていうのが早いお子さんだとやっぱり中学生とかからはありますね。質問です、ってことは私たちもやっぱり生理周期ってあるじゃないですか、はい、それによって出血しやすい時期、そうでもない時期っていうのがあるんですか？ありますあります。自身でも感じることありますし、患者さんだともう本当に私生理周期当てられるぐらいそろそろだねみたいな女性ならではですよね。それで歯磨き粉変えたりもするんですか？しますします。プロなので、その歯周病のリスクがないようなケアをしてますけれども、一部分ちょっと出血が起きることもやっぱりありますし、その部分に特化したものケア、毛先も変えたりとかはします。じゃあ先生は歯ブラシは柔らかめを常に使ってますか？ほぼほぼそうですね。普通か柔らかめ。私は本当柔らかめで丁寧に長く磨くのが好きだし、あと電動もいいですよね、今はね。肌に摩擦をしちゃダメって言ってますけど、歯は硬いからゴシゴシした方が汚れも取れるのかなっていうふうには思ってた。浮き上がらせるなんですね。そうなんです。子供の時にやっぱり歯磨き教室あったじゃないですか。ありました。子供の手ってすごい小さいので、グーで頑張って磨こうねって教そうわるんですよ。教わりました。それが大人になっても抜けない。これでグリ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 ってやっちゃうので、ゴシゴシ音も立てる、磨かなくてもいいようなところにこすって落とすっていう習慣のままの大人がすごく多いですから。持ち方っていうのは、持ち方はね、ペングリップ。そうですよね。だから中学生ぐらいになったらペングリップで、それまではこうでもいいけどっていう。そうです。手がちっちゃいからブラシキープできないのでゴシゴシでいいんですけども、それも歯医者さんで習うと確実ですよね。わかりました。じゃあちょっと最後に、マウスウォッシュって先生使われます？毎日っていうわけじゃないんですけど、やっぱりリフレッシュしたい時とかは使ったりします。そうですね。タイミングがね、皆さんそれぞれあるかなと思うんですけど、どんな時に使うんですか？ニンニクばっか食べてるみたいですけど、そういったものを食べた時だったりとか、ロケで歯磨きは時間がないんだけど喋らなくちゃいけないので、応急処置的な感じに使ってたりもしますね。なるほどね。エチケットとしてもすごくその使い方いいんですけれども、口腔ケアを頑張れば頑張るほどこだわってお使いになってる方って結構いるんです。例えば普通に夜歯ブラシをかけて、そのブラッシングをした後にすぐマウスウォッシュでゆすぐっていうような習慣の方もいるんですけれども、実はこれ気をつけなきゃいけなくて、成分がそれぞれあるんですよね。歯磨き粉に入ってる成分、マウスウォッシュの成分、これをうまく組み合わせていないと、実は打ち消し合ってしまって、どっちの成分も効かないっていうことが起きるんです。
素人には分かんないですよね。そうなんですよ。私が使ってる歯歯磨き粉とマウスウォッシュが大丈夫かどうかで何を目安に考えればいいんですか？とりあえず安心して使えるよっていうのは、シリーズ使いならまず間違いない。同じメーカー、同じブランド、同じブランドの歯磨き粉とマウスウォッシュだったら大丈夫。まず大丈夫。 A 社と B 社、はい全然違うやつを使ったらダメってこと？可能性があります。大丈夫かもしれないけれども、打ち消しあってそういいところがマイナスになってる可能性もある。歯磨き粉の中にもマウスウォッシュの中にもいい成分あります。でもそれが喧嘩しちゃうんですよ。意味がなくなっちゃう。なくなるってことです。すごく悲しいですね、それはね。なのでまた詳しいことは私のところでお話ししようかなと思ってます。そうですね、こういうのとこういう成分がダメだよっていうのは、今聞いただけでも私の中ではびっくりしたことがたくさんあって、歯って毎日のことで当たり前にしてるんですけれども、意外と知らないことがたくさんあるんですね。そうなんですよ。私のチャンネルでは、触りな感じなので、もっと詳しい知りたい方はぜひ照山先生の YouTube チャンネル見ていただいて、私も見てコメントします、か LINE します。先生これどういうことですかって言ってわかりました。利用に関わってくるところですし、健康にも関わってくることなので、ちょっとこれからも先生またいろいろ教えてください。お願いします。今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、では今日も歯科医の照山先生をお迎えして口腔ケアの NG 習慣というのをお伺いしたので、詳しくは照山先生の YouTube を見てくださいということで、また次の動画でもお会いしましょう。さようなら。